こんばんは、わこです。今日は私の読書ノートを紹介したいと思います。ですが、実は読書ノートあまり長続きしたことがなくて、今回お見せするのは去年2024年の後半のオリジナルサイズのアベクを使って始めた読書ノートになります。これまでに何度も挑戦はしてきているんですが、私の読書ブームが続かないということと、あとはね、そのブームが続かないのが一番大きな原因かもしれないんですが、読書ノートを作るのをね、すぐやめてしまうんですね。で、去年は夏に手術入院がありまして、その入院期間中とその入院の前後は結構家にいることが多かったので、たくさん本を読んでいたんです。なので去年は珍しく私の読書ブームが夏にそうですね、8月前半から9月半ばぐらいまで続いていました。で、手術っていうとやっぱり不安で気持ちも落ち込んでしまうので、いつもであればビジネス書だったり自己啓発本、あとライフスタイル系の本とかが好きなんですが、この時はもうめちゃくちゃ小説ばかり読んでましたね。しかもミステリーとかが好きなんですけど、もう全然そんなのじゃなくて、癒しを求めて、そして楽しい本を求めて、毎週のように本屋さんに通っていろんな本を物色していました。というわけで、今年もまた読書ブームが来て、たまたまね、断捨離途中で読書ノートを見つけてなので、そうだ、読書ノートやっぱり続けようって思って、今回紹介しているんですね。そんな自慢できるほどなんか紹介って言えるほどの紹介ではないんですけど、そうなので、読書ノートを一緒にやってくれるお友達を募集中ですで、この読書ノートに使っているこの本のシール、これシールなんですけどね、これはどうやって印刷しているかというと、このキヤノンのインスピックを使っています。このサイズは1/2サイズかな。はい。で、これで印刷をして貼っていってます。で、本を買った時に私はもう一気に印刷をしてしまっていて、こんな感じでドラえもんのポチ袋に買った本をね、印刷していって、で、読み終えたらノートを作るっていう感じにしています。そしてこの読書の秋に合わせて読書ブームが来て買った本がこの1234567冊ですね。小説は1個だけ。あとはね、結構 TikTok で回ってくるショート動画でおすすめされる本とか、あとずっと読みたかった本買ってきました。皆さんはこの本読んだことありますか？でね、3冊ぐらいはもう読んでいて、これは読書ノートを作ろうと思っていて、次の動画でね、なんで読書ノートがいいと思ったのかという話も含めて動画を作っていきたいと思っています。残りこの3冊と、あと唯一の小説バターですね。この小説全世界でイギリスで日本人初の3冠達成、全世界累計100万部突破って書いてあって、この表紙日英リバーシブルカバーなんです。でね、裏返すとイギリス版の表紙になるっていうことで、裏見てみたらすごい可愛くて、表ももちろん素敵なんですけど、私この裏のイギリス版の表紙めっちゃ可愛いと思って、
なのでね、今ひっくり返しているところですね。ね、やっぱり可愛い。私はこの裏の表紙の方が好きかな。で、この小説はもうすぐ健康診断なんですよ。なのでね、健康診断って結構待たされる時間が長いから、そこで読もうと思って読みたい気持ちを抑えて今待っています。というわけで、このね7冊を秋冬にかけてゆっくり読んでいきたいと思っているんですが、次の動画では実際に読書ノートを作るところと、でさっきも言ったんですけど、読書ノートの魅力というかそんなに書いたことないくせになんですが、読書ノートの魅力をね、私的初心者が読書ノートを始めた初心者が語る読書ノートの魅力をお伝えしていければいいなと思っております。この本もね、結構前から出ててずっと気になっていたんですけど、私のブームに合わなくてずっと読んでなかったので、今回ねゲットできてすごく嬉しいです。このゆるストイックと、そう、さっきのゆるストイックはTikTok のショート動画に載ってきたんで買ってみました。なんか本屋さんに行くと、なんかネットで探すよりもね、すごいいろんな本に出会ってしまいますね。ついついたくさん買ってしまうんですが、こういう読書の秋だからこそたくさん買って帰るのはちょっと私の恒例行事ではあるので、すごくこれらの本を読むのを楽しみにしています。これから書く読書ノートは時間がたっぷりあった手術入院中の時とは違うので、簡単に書けて記憶に残るようなノートを書いていきたいと思っているので、どんな風に書くかはまだね考え中なので3冊溜まってしまったんですけど、なんかいい方法を生み出したいなと思っています。なんか長文で読み返すよりもやっぱりパッと見てね、そうだった、これやりたかったんだったってすぐ気づけるような読書ノートにしたいので、はい、楽しみに待っていただけたら嬉しいです。というわけで今日の動画は以上になります。また来週の動画で私の読書ノートの魅力について語っていきたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。